その品質工学。第0話、プラズマ CVD 静膜条件のパラメータ設計。本作品は、若い技術者に実験の仕方や実験の考え方、評価の仕方を伝えたいと思った作者が、気まぐれで作った動画漫画である。ここにあるのがプラズマ CVD という装置だ。半導体の装置で、簡単に言うと、WiFi というシリコン基板の上に膜を生成する。プラズマ中にあるガスが化学結合し、生成物がWiFiに降り積もる。この積もったものが膜となる。この膜圧を日々測定して半導体の品質管理をしている。膜圧によって特性が変わる。また面内での厚みが異なるのも問題だ。無茶言わないでくださいよ。今だって装置の能力の限界なんですから。でも、もっと薄い膜にしないと回路の微細化ができないんだよ。頼むよ。こんな感じだ。装置のことをよく分かってない設計者が無理難題を言う。ただ、装置メーカー推奨範囲外でどこまで薄くできるかは調べたことはない。ということで、実験しようと思う。いいんじゃないかな。手伝うよ。何のパラメータを変化させるの？そうだな。ガスの種類、ガスの比率、時間、温度、圧力、パワー、まだまだあるぞ。ちょっと待って。そんなに多くのパラメータだと、実験がすごい規模になるよ。現実的じゃないよ。2つぐらいに絞ったら？そこは一つアイディアがある。品質工学って知ってるか？そういえば、この前そんな研修受けていたね。その研修で、直行表っていうのがあったんだ。簡単に言うと、組み合わせの実験を効率よく行えるんだ。直行表か。正直よくわからないや。私は実験をメインに担当するね。計測や解析の方は任せようかな。実験条件が決まったら教えてね。よろしく。おい。任せとけ。とは言ったものの、俺もよく分かってはいないんだよな。直行表 L18 ってのが一般的らしい。パラメータの数も多いし、これでいいか。機能、評価方法、何を測るかってことか？測定は膜圧だよな。膜圧をどこまで薄くできるかってことを調べたいし。処理時間が増えれば膜が厚くなる。0点比例ってやつか。誤差因子は、ウェハー面内の膜圧ばらつきでいいだろ。9点ぐらい測るか。条件できたので実験よろしく。はーい。でも計測は手伝ってね。18回かける時間算水準。全部で54回か。直行表を使ってるけど、結構な回数だよ。3週間後。やっと実験と計測終わったね。どんな結果が出るのかな？要因項数を見る限り、この因子が効いてそうだな。膜が薄くなる条件を優先にして、あとは膜圧のばらつきが減る条件を選んで、最適条件と現状条件で実験。確認実験だね。うまくいくといいな。測定結果を推定した値と比較して、あれ？計算間違った？再現性がないってこと？うまくいかない時の対処方法がわからない。研修の講師の人に聞いたら、教えてくださいって。お金も時間もかけて、結果よくわかりませんでしたって上司に説明したくないもんね。だよな。この前の研修の講師に相談してみるか。急にお呼びしてすみません。いえ、教えたことを実践していただいているので私は嬉しいですよ。なるほど。再現性ないですね。ですよね。こういう場合、どうすればいいのですか？目的、機能、誤差因子、計測。これらのどこかに問題があると推測します。よく考えてみましょう。まず、実験の目的は何でしょう？薄い膜を作ることです。本当にそうですか？スポンジみたいなスカスカの膜と、ぎゅっと詰まった膜と、
厚さが同じなら問題ないということですか？あ、そっか。厚さは同じでも、膜質が違うこともありますね。膜を作る装置の機能ではなく膜そのものに求めている機能を考えるのです。膜に求めているのは、抵抗、絶縁膜、絶縁性の評価かな。それだ。きっとそれ。きっと膜厚じゃなく、抵抗値を測ればいいんだよ。抵抗値無限大が理想ってことか？膨大特性？膨大特性はダメ。無限大が理想はありえません。同特性で考えましょう。入力と出力は何になりますか？抵抗って言ったら、V イコール RI ぐらいしか思いつかない。それだ。V イコール RI は電圧と電流の入出力だが、これに膜圧 T を入れて式を変形する。電流を一定値にすると、V イコール、ロー I 割る S、かける T、となり、電圧は膜圧に比例する。なかなか良さそうだね。膜圧は測るけど評価尺度じゃない。評価するのは電圧の安定性です。実験済みのサンプルで電圧を測定することはできるかい？できます。3日後、ほう、そうきたか。解析結果はどうだったの？一人で納得してないで教えてよ。完璧とは言わないが利得の6割ぐらいの再現性だ。膜圧評価の時は現状条件の方が良かったぐらいだから成功だろうな。あれれ？最適条件、年内膜圧ばらつきも減ってない？そうなんだよ。不思議だろ。電圧安定に特化した条件なので膜圧のばらつきは何も評価していない。しかし確認実験の結果、電圧安定条件は膜圧ばらつきまで抑えてしまった。年内のどこでも同じ電圧になるということは、結果的にどこでも同じ膜圧と膜質でないといけないってことなのかな？前の実験では膜圧が同じでも場所によって膜質が異なっていたのか。私たち、今まで何を見ていたんだろうね。あれ？結果が気になってきてみたのですが、うまくいきませんでしたか？いや、実験はうまくいったのですが、私たちの視野の狭さに落ち込んでいたところです。落ち込む必要なんてないですよ。誰が何を欲しいかということを明確にすることはすごく難しいのです。技術的に欲しかったのは膜圧ではなく電圧だった。膜圧は品質であり、機能ではなかった。ただそれだけのことですよ。日頃、良し悪しを膜圧で管理しているようなので、当たり前を疑うことは特に難しいですね。そのため、品質工学では機能が何かを時間をかけて考えます。もう少し欲を言うと、誤差因子の検討がまだ不足している感じがします。ぜひ次回の実験の際には、誤差因子もよく考えてみてくださいね。今回は助かりました。何かお返ししたいと。そうですか。では、学会発表よろしく。で、実際に学会発表。漫画動画で、それを YouTube にアップしたのがこれ。予想以上の反応があり、今後も書き続ける予定。ぜひ、この2名の活躍をご期待ください。